マスタリングでやっとやっとだよ。マスタリングの流れを全てお見せします。ようやくここまで来ました。長かったな。一から作るという動画を作ってから、さらにそれをパワーアップさせる動画を作って、それをミックスでこう全体をきれいにすると、そういう流れが積み上がって、最終工程ついにマスタリングです。このプロセスはトラックを作る人が担っていくということが当然になってます。海外のダンスミュージックのプロデューサーの多くが自分でマスタリングをするところまでやってます。もちろんトラックメーカーが作った楽曲をマスタリングエンジニアが作業してそれをリリースするという流れもたくさんありますが、そのエンジニアの人にその最終イメージっていうのをトラックメーカー側が共有するためにも、トラックを作る人がまず自分でマスタリングを行って、そのマスターデータを一つのリファレンスとしてエンジニアの方に共有するというケースも多いです。つまり楽曲を作る人がマスタリングは全くやりませんっていうケースは今やまずないことだと思っていいと思います。この動画ではできるだけ簡単に説明していきたいんですが、目的は音圧を上げることです。音圧ってよく聞くワードだと思うんですけど、これをざっくり説明すると音量の平均値ですね。自分の作った曲が一貫して平均的にどれくらいの音量になっているかっていうところ、それを高くできるだけ目指して作るっていうのが、今やマスタリングのメインの、仕事目的の一つですね。ただ保険をかけてしまうようで申し訳ないんですけど、やっぱ僕はエンジニアではないので、このマスタリングっていうことをテーマにあまり多角的に説明できる自信はないんですね。なので今回は僕自身がこの曲を最終的にリリースするとしたらこんな風にマスタリングしますっていうのを、全てお見せしようかなと。その方が結果として見えやすいんで理解していただきやすいかなと思います。で、すでにこうやってちょっとエフェクトオフの状態でマスタリングの準備はしてあるので、これをちょっと一つずつやっていこうかなと。カメラで撮っていない間の時間に少しトラックを調整しました。それも含めて今マスタリング前でこうなってますっていうのをお見せしますね。じゃあちょっとこれまず流していきましょうか。っていう状態です。前回の動画の最終地点から、今聞いてもらったもののほとんどそこまで大きな変化はないんですが、ちょっと音足したりボーカル少し手を加えたりとか、ちょっと音の入るタイミングを変えてみたりとか、本当にわずかな違いを作りましたと。はい、ここまでです。マスタリングやっていきます。お待たせしました。前回までの動画見ていただくと分かるんですけど、ミックスする時にちょっとリファレンスを決めたんです。これがすごくタイプが近いので、マスタリングもこの曲の音圧に届くように頑張ってやっていこうっていう感じです。まずですね、最初マスタリング EQ っていうもので、普通のイコライザーと違うのはモノラルとステレオで分けて処理ができるって。もちろんそういうイコライザーって普通の各トラックに挿すものもたくさんあるんですけど、これはマスタリングに特化したイコライザーですと。これでこのマスタリングスタートっていうのを使ってるんですけど、ざっくりどういうことが起きてるかっていうと、こっちモノラルはこういうイコライザー、モノラルの要素にはこういうイコライザーかけてます、ステレオに関してはこういうイコライザーかけてますっていう風に、モノとステレオ、真ん中と外側でちょっとずつ違う処理をすることによって分離感がはっきりするっていう。でそうするとこれの使い方次第でもっと外側の要素を強くして広がりを大きくしたように見せることもできれば、モノラルにフォーカスするっていうようなイコライジングもできるんですけど、これで、まずここ 60Hz ってなってるんですけど、これモノメーカーって言って、要はこれ 60Hz 以下はモノラルで鳴るようにっていう風にしてます。この時点であんまり大きな変化起きてほしくないんですよ。やっぱステレオアウトマスタリングの時点では音圧を上げるっていう目的こそあれど、そこまで大きすぎる変化はこの瞬間には起きてほしくないっていうのがあって、特にこういうステレオ感とかは
ミックスの時点で狙ってる通りにできた方が最終的なバランスもこう整いやすいかなっていうのが僕の個人的な意見ですと。ちなみにこのプレゼンスシフトっていうところ今1だったんですけど、こうやってやるとここのステレオセクションが動くじゃないですか。例えばこれって外側の肺だけ持ち上がるんですよ。で中央で鳴ってる部分、真ん中から聞こえる音っていうのは動いてないですよね。こうすることによって外側の肺だけ上げてステレオ感がもっと増すみたいな、肺の外が聞こえるみたいな、そうするとこうなんか広がってんなって思うみたいなそういう感じなんですけど、でもこれもあんまりかかりすぎるとそもそもやっていたバランスが崩れちゃうんで、まあ1ぐらい。これ確かプリセットのままそのままかもしれない。まあやることがあるとすればこの 60Hz をもうちょっともう100ぐらいまで、100以下もモノラルにしちゃうとか、実はこの後の作業でそれやってるんですけど、そういうことをこの時点でやったりとかもしますね。早速細かい話になっちゃったんですけど、これをまずやって全体に対してイコライジングをかけると。でその後ディエッサーをかけてます。これもねプリセットを使ってるんですけど、このねここにあるんですよ、こういうのがハイエンドトランジェントリミッティングっていう。でこれでちょっと聞いてもらうと、要はマスターこの曲全体に対してキンキンする音をカットしてもらうっていうのをディエッサーがやってくれてますと。じゃあこれまずオフの状態で、次オンです。この緑の部分はこのディエッサーが少し抑えましたっていう部分なんですよ。抑えてる部分だけ聞いてもらうと、ハットの音が聞こえたりとか、キックのアタックがちょこちょこ聞こえたりとか、キックのアタックっていうのはハイの成分が強いんで、そういう部分が他の要素と被ってかなりこう増幅されてる瞬間だけこの DSI が抑えてくれるっていう、これをやって、ちょっと余計な帯域っていうのを少し程よく抑えるっていうことをやってるんで、これもイコライジングにちょっと考え方は近いかなっていうところですね。マスタリング僕よりもっと上手な人が見るとこれやりすぎっていう風に思うかもしれないんですけど、僕はちょっと聞いててこれぐらいがちょうどいいなと思って、この曲は結構ハットの成分かなり強いですし、ここの時点で強めに抑えた方が最終的な仕上がりがよく感じたんですよね。ちなみにこのスレッショルドでこうコントロールします。なので最初こういう風にしといて、っていうような感じです。音の要素が増えてくる後半に関してはハットも追加されてきますし、ハイの成分がすごく集中しちゃってるんで、そこを抑えてくれてる感じでしたねっていうのをやりました。ここまでの2つはイコライザーでちょっとこう全体の周波数を整えて、でディエッサーでハイの成分を少し抑えてっていうようなこう周波数の目線でマスターを整えてるっていう作業ですね。でこれが終わったらちょっと次のセクションでコンプレッサーに入ると。でこのグルーっていうのを使ってます。このグルーコンプレッサーって結構 EDM 作るために海外のチュートリアルを見てる人とかだと結構目にすること多いと思うんですけど、グルーってこうなんかのり付けみたいな、接着みたいな意味なんで、いろんな要素がたくさんこう組み合わさってできた一つの曲にこのコンプレッサーをかけることによって一体感が出やすいっていう、音ムラがこう抑えられるっていう感じで、文字通り接着的なこうまとまりをこう生み出すっていうようなコンプです。でこれもマスタリングっていうこのプリセットを使ってます。恥ずかしいね、これ見せる都度恥ずかしいんだけど、なんかプリセット結構いいんですよね、ちょうどいいんで。でこれを使いました。トランスペアレントファイナルマスターってやつ、そこを少しいじってって感じで、まずかかるタイミングがめちゃくちゃ速くて、かつリリース元にその圧縮を元に戻すというスピードがオートなんで、ちょっと遅い時もあるよというか、自動でやってくれるっていうところが特徴ですかね。そうするとこうガッてこう上がっちゃってる部分をすぐ抑え込んでもらってからの元に戻るタイミングはコンプに自動でやってもらうっていう感じです。でレシオも2なので潰す量もそこまでこう激しすぎない。4とか10とかだとすごく潰れちゃうんであからさますぎちゃうんですけど、なんでこう全体的にやっぱかかりがすごく薄くかかってくれるんでマスタリングに向いてると。このミックスも 50% なんで、要は 100% じゃないと、もともとかかっていない状態のその要素も半分残してくれて、コンプがかかった状態のものを半分見せてくれるっていう、混ざってる状態って感じですかね。でスレッショルド、ここが一番重要かな。例えばこれを最初0にしといて、だいたい潰しすぎても良くないんで、だいたいこの4ぐらいに行くように僕はやってます。そうするとちょうどいいかなっていう。なのでこれで聞いてやっていきますか。4ぐらいを目指して、であんま潰れてる感が出たら4より手前の時点で終わらせるっていう感じですかね。
こんな感じですかね。今4デシぐらいをピークになるように抑えたって感じです。これでこう無駄に飛び出ちゃってる部分をコンプによって少し抑える、かつ一体感を出すっていう作業が終わった状態です。なんでこう今のところなんていうかこう感覚的には必要のない部分っていうのをこう減らしていってるっていうのがこうなんか感覚的に近いかな。うまく伝わればいいんですけど、なんで音圧を上げるために必要ない部分をまずは抑え込んでいくっていうところがちょっとミックスでやる時の考え方と近いかな。それのもう全体に対してやるバージョンみたいな。で次イメージャーを使ってます。オゾン点イメージャー変な言い方したな。オゾン点イメージャー、オゾン9でもいいしオゾン8でも何でもいいんですけど、周波数帯域ごとに音の広がり具合、低位とか言うんですけど、それをコントロールすることができる道具なんですよ。これでまず低音、ここ大事。僕は今回 110Hz 以下の低域は完全にモノラルにしてます。でそこから上の2200ぐらいのヘルツ、要はできるだけマスターの時点であんまり大きな変化は作りたくないんで、ここは何にもしてないです。どちらかというとこっちの方が重要かな。ここまでの作業はなんかミックスの時点で大体同じような状況にはなってるから、マスタリングで行うこととしてちょっとハイの成分を広げた方がこう効いた感じ、クリアになった感じがしたんですよ。ここの部分を少しだけ外にする。これヘッドホンで聞いてほしいです。の方が分かりやすい。今20しか変わってない、数字上では変わってないけど結構外に行った感じがします。これによって一番こう人間がどんな環境でも聞こえやすい部分っていうのかな、そこの部分とのちゃんとこうそれぞれで聞こえる感じ、なんか変にこうごちゃっとしてない感じが生まれたと。でそれをもうちょっと強くやってるのがもっとハイの部分、48までいってるのか。最初こうだったのがちょっと途中でわざとモノラルにしたり行ったり来たりしたんですけど、そうするとやっぱ変化が分かりやすいですよね。今みたいな感じでハイの成分をさっきの部分よりもより高い部分、これをもうちょっと外側に広げたっていう作業です。こんな感じですかね。トップのプロデューサーのマスタリング作業とかマスタリングエンジニアの方がどんな作業してるかっていうのを全部知ってるわけではないんですけど、うまくやってる人の共通点ってめちゃくちゃシンプルな気がしていて、そういう印象があって、どちらかというと僕はマスタリングの時点であまり複雑なことはできるだけやらないようにしていて、こういう本当に不要な部分を消すとか、コンプレッサーで余計なムラをこう抑えるとか、あとは本当に少し広がり具合をコントロールしたいとか、できるだけそれぐらいでもう結構いい感じになったなって思えるようにミックスを頑張るってことが僕は多いです。なんかその方がより本質的じゃないかなって。やっぱマスタリングでめちゃくちゃもう半端なく進化するってないんですよ。音圧は上がるから、それでやっぱりこう良くなった感じはするんだけど、音がでかくなるから。でもそれ以外の変化っていうのはあまりマスタリングの時点ではあまり起きない方がいい結果になりやすいんじゃないかなっていう気がしていて、これぐらいにしてます。でここから音圧を上げる作業にしてます。で僕はここでマキシマイザーというかリミッターというかを2種類かけてます。一発で全部ガーンって上げるんじゃなくて、まずこっちでちょっとこう上げて、また別の種類でさらにドンと上げてみたいな感じでやってます。1個目まずこっちなんですけど、まず選んだのがこのソフトクリップトマスターってやつを選びました。これはこのソフトクリッパーっていうのが入っていて、ちょっとこう音圧を上げる時の音が結構いい潰れ方するというか、で今スレッショルド 9.9 ってなってるんですけど、音割れが生じる、クリップが生じる瞬間ぐらいまでやってる感じです。なのでちょっとやってみますね。ここの青線注目してほしい。ちょっとこう潰れているのが始まりましたね、この辺から。これがその少しこう音が小さい状態で準備されていたこの曲トラックがどんどんこう潰れていって、どんどんこう音が上げられていって、ようやく今少しずつこううるさい部分から順に
潰れ始めましたよっていうサインなんですよ。っていうところまでをこのオゾンマキシマイザーでこのプリセット使ってやってます。これで今どうなってるかっていうと、波形がとりあえず0というその音でこう表現される0デシベルというマックスの部分に到達した状態です今。ここからさらに潰していく、それによって音圧をさらに上げていくっていう作業をするのがこっちっていう感じですね。これはね、なんかティエストの曲をやってるマスタリングエンジニア、名前忘れちゃったんですけど、多分アメリカ人ではなかった、スペイン系だったかの人、その人はね3種類ぐらいでやってました。ただなんかそれを少し真似て種類を分けてやるっていうのを最近はちょっとトライしてます。でこれがそのラストにある音圧上げですかね。これで本当に最後の作業。ここで今最終的に6になったんですけど、何を基準にこれを6上げることに至ったかっていうところが分からないと実践できないじゃないですか。でそれをちょっとお見せすると、まずですね、このフレットアゲインのこの曲、ラウドネスをチェックしたいんですよ。でラウドネスって何かっていうと、例えば今だったら LUFS っていうワードがあるんですけど、これのなんかね正式な説明とかも僕はあんまり自信がないんですけど、めちゃくちゃ簡単に言うと音量を測る単位の一つなんですよ、 LUFS っていう。この LUFS っていうのがここに書いてありますね。これがその自分の狙ってるリファレンスと同じくらいの大きさを目指すっていうのがマスタリングのゴールの一つですかね。なんで僕の場合この曲なんですよ。この曲の LUFS の数値がどれくらいいってるかっていうのをまずチェックして、自分のもそこに到達するように目指すという感じです。じゃあちょっとこれ聞いてみましょう。まずこれステレオ、ここ0デシベル下げたりしていない状態で、かつこのエフェクトかかっちゃうんでこれちゃんとオフにして、で今これメインパートだけ切り取ってるんで、メインパートの範囲だけで LUFS がどれくらいいってるかっていう、結構ね音量の平均値をこう見る感じなんで、静かな場所とこうセットで聞いちゃうと全体もこう数字も下がっちゃうんで、こうなんかそこをちょっと勘違いしちゃうんですけど、うるさい場所だけ、要はメインパートとかだけを聞いてこの数値がいくつかなって見るといいかなと。で一回これリセットボタンピッと押して、ちなみにこれロジックの内蔵のプラグインです。これ多分どの DAW ソフトでもこういうのチェックできるプラグインが多分あると思います。さすがにこれ多分今著作権上もしかしたら音ちょっと途中で消しちゃうかもしれないんですけど、これでここの数字を見ててください。いくつになるか。っていう感じで、だいたい 5.5 ぐらいかなっていうところが分かりました。自分の、マスタリングの結果の音圧もそこを目指すと音圧感はかなり近づいてくると。ここまで行く前に音割れがもし生じてしまったとしたら、それはミックスがまだ甘いかなっていうところです。もちろん彼らの曲と自分のミックスのクオリティはまだまだこう差は大きいと思ってるんですけど、できるだけそこをこう目指すっていう感じでね世界レベルなんで。でよし、でここの作業に移ろうと。で自分の曲のメインパートが同じく 5.5 ぐらいを目指すって感じですかね。なんでこれを横に置いときながらこいつ上げていきましょう。で僕はこのバーを上げていって音を聞きながら、ここの数字が 5.5 ぐらいに行くところまでちょっと目指すっていう感じですかね。そこまでいけるかもちろん分かんないですけど。だいたい僕の曲だったらこれぐらいかな。さっき6とかなってたんですけど、ちょっと上げすぎてましたね。これぐらいがこうバランスも取れてていいかなっていう感じです。さっきの曲と
今自分が作ってる曲の似ている部分はやっぱりベースのこう雰囲気と、いやベースの雰囲気厳密には結構違うな。あっちの方がかなり重く作ってる。ただリズム体とか入れてる楽器の種類とかは結構近いかな。ただリファレンスの方は本当に音数がもっと少ない。本当にハイの部分で目立つボーカルと、あとはキックとベースというかこうドラムとベースの部分、本当に重心の低い部分だけでこう踊らせるようなトラックって感じで、僕の作ってる曲は結構ボーカルの要素もかなり強いし、要はシンセ類も多いんで、音圧はやっぱり上げやすい。もっと上げてもよかったかもしれないけど、一旦こう上品にこれぐらいがいいかなっていう風に今の僕の耳ではそう思ってます。まだまだね、やっぱ迫力はあの曲にはこうかなわない部分もあるんだけど、そこを目指して頑張るしかないっていうとこなんですよ。これはね、マスタリングのエンジニア、海外の素晴らしいエンジニアとの連携とかミックスのクオリティとか、いろんな部分まだ改善できる点が僕にもあるんで、それでどれだけ進化できるかが、今後の僕の課題ですけど、一番大事なのは音楽としていいと思うものを作れるっていうところも何より大事だと思うんで、こんな感じですかね、マスタリングで。今これコーラスの部分ずっとメインパートだけで聴いてたんで、全体の流れでこのマスタリングの状態を聞いておかしな点が起きなければ一旦完成かなっていうところです。でちょっと聞いてみましょう。全体的にはだいぶいい感じかなと思う。ちょっと一個気になったのはこのバースの入る場所かな。少しクリップがこのクリップする感じは最近の曲そういうことはわざとするみたいなのあるけど、ちょっとねベースが入ったタイミングとこのインパクトのローのかぶりがでかいのかな。それによってちょっと潰れてる感がちょっと目立ったかも。そうですね。なんでここちょっと抑えましょう。ここの部分のローを少しだけ抑える。シングル EQ でローカットにしといて、メインベースと被る時のこのローインパクト、ここがベースが来た瞬間に少しだけ抑えるようにしようかな。こんな感じ。ちょっと軽くなりましたね。これで一瞬ローカットされるみたいな。これでちょっと良くない感じの潰れた聞こえ方が改善できたと思う。なんか流れで結構聞いちゃったけど、いい感じ。ちょっともう一回聞こう。
いやまあとりあえず YouTube の撮りながら作った曲を仕上げるっていうちょっと初挑戦ですけど、いやまあとりあえず悪くはないと思う。悪くはないと思う。やっぱずっと聴いてるとこうなんだろう、客観性がやっぱ欠けてくるんで、もちろんこう後で振り返る必要あるんだけど、今のところ僕はいい仕事をした方じゃないかなと。課題はもちろんあるけどね。でも乗れてる自分がとりあえず好きな曲にはなってる。よかった。とりあえずよかった。これねやっぱ撮ってる途中で違うなとかって思っちゃっててもこうやっぱり戻れないじゃないですか。やっぱそこが結構動画を撮りながら作ることの難しさだなっていうふうに今回分かったんですけど、ただやっぱり45分の時点でなんとなくこうまあ伸びしろのある曲はこう仕上げられた気がしてたんで、それがこうマスタリングまである程度の納得感を持ってこう進められた要因じゃないかなと思います。いやまあまず終わったわただやっぱかっこいいな、このリファレンスめちゃくちゃかっこいいっすよね。この曲ちょっと皆さんぜひ聴いてみてください。この曲本当にかっこいい。なんかねやっぱ余計な音がないんですよ。それがいい。ずっと余計な音がない中でも少しずつ変化する。まあこれがハウスの良さなんですけど、すごいな。スウェディッシュハウスマフィアもすごいし、このフレットアゲインの勢いもすごいな。でこのフューチャーをフィーチャリングしときながらボーカルをあまり使ってないところがなんかめちゃくちゃ贅沢だなっていうのが、なんか全てにおいてミニマルな、だからそこもミニマル、そのやりすぎない、優れたアーティスト、すさまじいアーティストをフィーチャリングにこう呼びながら、もう本当にこうワードも少ない、本当に短いようなフレーズをこう使い回すっていう、なんかこのベタ褒めだな。こういう曲を目指して作りたいですね。はい、というわけで皆さん本当にここまで全部を見てくださった方本当にありがとうございます。めちゃくちゃ感謝です。それはもうだって相当ありましたよね。2時間3時間以上あるかもね。全部合わせたらどうだろう、ちょっと編集次第ですけど3時間くらいは間違いなくあるんじゃないかなと。というわけでとりあえずこれマスタリングまでの作業が終わりました。で多分ね僕やりながらやっぱ説明してる分それについて話してくれなかったのとかっていうのがあるかもしれないです。なのでこの辺を文章で回答するの難しい部分もあるかもしれないんだけど、もし気になる部分あったらちょっとコメントしてください。それについて気づいた人がもしかしたら返信してくれるかもしれないっていう他人に任せなんですけど、僕も必ず目を通してこう文章でお答えできる部分はちょっと答えていこうかなと思ってます。なんかやっぱ見てる人たちのこう曲のレベルも上がってる、なんかみんながいい曲を作れるっていう環境になっていった方が僕もやる気上がるんで、もっともっと自分のレベルも高めていかないとなと思ってるんで、引き続き僕も頑張っていきます。そしてみんなとシェアできるように頑張っていきます。ちょっとねあんま長々喋ってもしょうがないんですけど、ぜひねチャンネル登録とコメントをしてほしいです。ちょっと最近 YouTube 再開して何ヶ月か経つんですけど、これをちょっと今までそういえば言ってなかったかもしれないですね。チャンネル登録をしてほしいです。チャンネル登録してもらってベルマークのやつ通知をしてもらえれば銀平が出したぞと通知が来るんで、それで毎回めちゃくちゃいい動画を撮るように全力で頑張ってるんで、ぜひちょっと応援のつもりでそれやっていただけると嬉しいです。そしていろんなフィードバックお待ちしております、コメントで。というわけで長い時間見ていただいてありがとうございました。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。